はい、皆さん、ボンジョルノ、ブリーダーの中島と、アシスタントのカエルです。よろしくお願いします。お願いします。今日はですね、いい香りがしております。バジルについてね、はい。紹介していきますよ。バジル好きでしょ？バジル好きだよね。はい。まあもう一般野菜だよね、バジルはね。いやいや、そうですね。ね、売ってるじゃん、もうその辺のね、我々が行くような安売りスーパーでもさ、売ってるし、高級スーパーでも当然売ってるしさ。一般野菜の仲間入りして、知らない方はそんなにいないんじゃないかなと思うんですが、奥深いんですよ、バジルは。本当ですね。言うてもまだあれです、一般野菜の扉こんにちはって入ってすいませんってなってるとこですよ。心理ですけどみたいなね。もうなんかしそちょっと俺のその話の流れ。ね、ブロッコリー先輩とかトマト先輩とかがいる中でね、まだまだペーペーです。その奥深さはまだ垣間見れてません。で、しそ？何しそ？しそと同じ立ち位置にいるのかなと思って。しそはでもほらトラディショナルベジタブルじゃないですか。じゃあエゴマぐらいですか？エゴマもっとトラディショナルじゃないですか。全然違う。エゴマさんとかしそさんはもう一般野菜室の奥の方で小さくなってる感じですよ。そっか、もうついていけないみたいになってるのがそうです。入りきっちゃってますから。なるほど。っていうバジルで、その奥深さのね一端についてちょっと説明したいんですけれども、やっぱイタリアでは、ものすごく使い分けられています。それこそ味、香りで。なるほど。この料理の時はこの品種、ピザの上に乗っけるのはこれとかね。香りとかいまいちだけど長期保存できるのはこれとか、ドライにするならこれとかってすごい使い分けられています。なるほど。日本だとそんなんないよね。バジルはバジルでしょみたいな。そうですね。さっきお昼の時に、タイ人の人と、台湾の出身の方の奥さんをもらった人が、バジルについてこの料理にはこれだみたいな語りをしていました。やっぱそのタイも、台湾もうやっぱ使うんだね、そういうのね。これじゃないとやっぱ日本もそこ追いついていきましょうよ。女の美味しい和食に合うバジルどれかとかね、やっていきましょう。これね、実はこの野菜って本当に奥深い野菜、楽しめる野菜なんですよね。まだ我々はその楽しみを知らない。なるほど。これから楽しめる。で、時田種病の品種を使えばそれが楽しめますよという動画ですよ。でですよ、今こちらにあるのがね、我々が今販売してるバジル品種、全部じゃないんですけど代表的なものなんですよね。一個一個ちょっと紹介していきましょうか。これ栽培は本当この鉢植えに種まいた？いや、これは育苗しました。そうだね。発芽だけさせて6号のサイズので植え込んだんだね。植え込みました。直接種まいても同じようになるよね。変わりないと思います。なのでこれあれですよ、これからの時期でも家の中だったらね、光の当たる出窓とかだったら栽培はできると思いますんで、10度切るときついかな。かもしれないですね。一応今のところ6月に作った苗が家の中でまだ生きております。カエル家で？ああ、すごいですね。ガパオですが。時田種苗の種じゃないじゃんそれ。もらいました。まあいいです。ご紹介していくと、これ一番右側、これがジェノバ2ですね。ジェノバ2。我々が持っているイタリアンバジル、ジェノベーゼペーストにできるジェノベーゼと言われるバジルの代表格がこれです。特徴としてはですね、葉っぱは結構大きめなんですよね。で、緩くカーブをして、香り非常に高いですね。なんていうかな、こう香りって基本的に3つの要素、特にバジルはね3種類の成分のバランスで評価するんですけど、それがどれも高いですね。基本的には高い香り高い品種になっています。間口の広いバジルってことですね。そう、どのとでも使えるのがこのジェノバ2ですね。見てください、これ後ろこんな。いや、そうなんですよ。一番発根力が強かったですね。これこの地面の上に置いてね栽培してるんですけど、すごいね、強いよねこれね。根量多くて、で木が太いですよね。太い。作りやすい品種です。だから初めて作られるならこのジェノバ2をご利用ください。で、隣にあるのが207という品種です。207はですね、ジェノベーゼなんですよ。さっきのジェノバと同じようなタイプなんですが、見ての通り葉っぱがでかい、大きいのと節と節の間が詰まっている。その通り、単節管ですね。で、バジルってこういうところね、プチッと収穫するでしょ。収穫したら脇芽が今度こうやってね、これが伸びてくるわけですよ。これをまた収穫するんですけど、石棺がぐんぐん伸びていくと倒れちゃったりとかね、管理しづらいというところがあって、非常にプロ向け
出てくる脇芽がすごくまたプリプリしててね、肉厚で出てくるんですよね。存在感があるやつですね。ジェノバと比べるとね、伸び方の違いがよくわかると思います。そして葉っぱのプリッとぶりがね、だからよりプロ向けの収穫作業性だとか収量性だとかを気にされる方はこの207を使っていただきたい。でバジルというとですね、ベト病が日本ではものすごく問題になるんですよね。雨に濡れちゃう湿気の多い時期ね、6月とか、この9月とかもそうですよね。そうですね。あとあれですよね、あまり長い間取りすぎると木のなんていうんですか、体力がなくなってベト病にかかるっていうパターンもありますね。もうやっぱ年老いてきちゃうといろんな病気にかかりやすくなってくる。でその時にこの207はベト病にある程度耐えます。ジェノバ2よりも強いですね。なのでやっぱ本格的な栽培をされる方はこちらをお勧めしたいですね。207。その次ですよ。これ213ね。今年のこのカタログにも載ってるんですが、ホーリーバジルです。これが今までのバジルとは違って、ホーリーバジルと言われてるバジルですね。イタリアでもね多少使われてるんですが、メインで使われてるのはタイとかね、南アジアの国々です。ベトナムとかね。でこれホーリーバジルなんですけど、タイではですねもう一個タイバジルっていうのも使うんですよ。もうちょっと葉が光沢があってもうちょっとねつるっとしてる感じで、タイカレーとかグリーンカレーとかに使うんだよね。なるほど。そうだからガパオライスのガパオはこっちだと思います。実は私タイそんなに大好きなんだけどそんなに詳しくないんだけどねこれがだからいわゆるホーリーバジルですね。ガパオガパオってあれバジルの名前だからね、配合ですからね。紫色になりますよね。そう空気がね紫色になって味もなんていうかな、爽やかですよね。バジルのような濃厚な少しねっとりした香りっていうのはないですね。少し爽やか、ちょっとレモンっぽさがある柑橘系の味がするのがホーリーバジル。これねこんな大きくして食べるのもいいんだけど、種まいてから結構すぐススッと伸びるので、ベビーリーフ的な使い方もいいですよね。意外と暑さも寒さもあんま得意じゃないよね。そうですね。結構暑さだと発芽が苦戦する時がありますね。続きまして、どんどんいきますよ。もう時間ないですからね。喋りすぎですよ。これねリモーネですよ。レモンバジル。リモーネ2という名前で販売しているバジルですけど、これは結構強烈なレモン風味だよね。酸っぱとはならないんですけど、柑橘系の爽快感ですよね。レモンむちゃくちゃ尖った匂いしますね。これどうやって使うんだろうね。これねスイーツに使う例はよく見るし、なんだけど料理に使うっていうのは魚とかに合わせるとね美味しいっていうのは聞くんだけど、実際自分で食べたことないんだよね。レモン水とかに前しましたね。バジルハーブティー的な感じですけど、大規模で栽培されてる方なんて日本にあんまりいらっしゃらないようなね、マイナー中のマイナーなので、家庭菜園で楽しむには非常に面白いものかなと思います。続きまして、これがね時田種苗で一番最初に商品化したバジルなんですよ。バジリコナーのね、見ての通りこの可愛いこんもりした形ね。で実際ね香りとか味に関しては他のバジルに比べるとだいぶダメです。なんだけどもうほんとこういう風に鉢植えで作ってもむちゃくちゃ可愛いし、ダメと言ってもそれなりにバジルなりな味と香りはあるので、ちょっと使うにはすごいいいし、これもうちょっと鉢がおしゃれならさリビングとかにポンって置いてあってもよくない？芳香剤代わりに使うのおすすめです。畑で作っててもねこう触れるたびにいい香りがするね。香り方がおすすめですよ、バジリコナーのね。小さい鉢に作るともっと綺麗にドーム型になって見た目も可愛いです。いいよね。花なんか出てきてもその花プチプチね取って利用しながらもうこんもり維持していってあげれば、寒くなると本当葉っぱ全部落ちちゃってね死んじゃいます。寒くなるまでねキッチンガーデンで楽しんでいただけたらいいかなと思います。アイスクリームとかスイーツね食べる方はちょんと乗っけてね、可愛いのちっちゃなパッと乗っけてねワンポイントにして。で最後2つこの2つをご紹介したいんですよ。これがね、時田種苗メーカーとして、皆様にご紹介したい2つの品種、212と217です。右が右が212、左が217ですね。これね、両方とも、ジェノベーゼタイプと言えると思います。いろんな多目的で使えるし、特に212ですね、香りに対する評価非常に高い。217も悪くないですね。でこれ何が特徴かというとちょっと重たいんで置くけどね、これねベト病最強です。212が最強です。217は
鬼です。神レベルです。なるほど。私217がベト病にかかってるの未だに見たことないです。なのでベト病で本当お困りの方は217を使っていただきたい。はい、でなんで2品種ねベト病に強い品種を用意してるのかというと、212の方はですね、ベト病に強いし、ジェノベーゼバジルとしての特性も兼ね備えています。非常にいいバジル。なんだけどやっぱ所詮は最強レベルなんですよね。そこそこでかなり強いぐらいのレベルで、やっぱベト病っていっぺん出ちゃうとね、そうですね、もうダメなんですよ。だからね、ちょっと出るよとかはあんまよろしくないんですな。でこの212でも解決できない問題があるので、そういう時は217を使ってくださいということですね。でこちらね、ちょっと見ての通り石棺が伸びたりもするし、香りもね多少212と比べるとっていうところあるんですけど、もうベト病に関してはかかったの見たことない。見たことないですね。他がね、死んじゃっててもこれだけはピンピンしてるよね。はい、してます。比較的寒くてもなんか最後まで葉っぱついてるねみたいな、非常に鈍感な、非常に鈍感、非常に強肩、お前本当にバジルなのみたいなね、そういう品種が217です。なのでここは使い分けていただきたいですね。そうですね。ちょっと葉っぱの一枚重っていうんですか、212の方が重そうで、重い。見ての通りですね。そう、こっちが212、こっちが217、というとこですね。でさっきの207ね、ベト病に強くて単石棺って言ったのは、ここもねやっぱ207の方が栽培特性としてはこの単石棺プリ際立ってるでしょ。植物工場さんとか向くかもしれないです。なのでやっぱりこのベト病に対して強くすればするほど、ちょっとねバランス崩れていくんですよね。この207なんかがそういう意味じゃ一番バジルとして楽しめるし、ベト病にもそこそこ強いし、なんだけどここら辺はですね、自分の畑がどれぐらいベト病が出るのか、また求めているバジルのクオリティがねどれぐらいのものを求められているのか。単石棺だと収穫作業性が悪いっていう可能性もありますしね。そう伸びてる方がいいっていうのもあるからね、どちらがいいのかっていうのをそれぞれ選んでいただいて品種選定ねしていただきたいと思いますね。というわけでね、バジル奥深いでしょ。こんなに種類あるんですね。今日私あんまりそういう説明しなかったけど、本当香りを比べてもらうと全然違うんですよ。ペーストにするとね、もう本当に雲泥の差です。色のその発色具合も変わってきますね。全然違いますね。日本人って香味野菜楽しむ舌はみんな持ってるから、本当にこのバジルもね、今後はもう日本の野菜としてねもっと進化させていけば、シソの仲間ですからね。イタリア人がすごい感動するようなバジルの文化をね日本でも作っていけたらと思います。というわけで今日はねバジルの品種の中から、代表的なものをちょっと鉢植えで作っているものをご紹介しました。参考になればと思いますね。それではまた次回の動画も楽しみにしてください。チャオ。